皆さんこんにちは。京都大学 iPS 細胞研究所国際広報室の和田浜です。今回は京都大学総合博物館で開催されている特別展 iPS 細胞奇跡と未来の一部を紹介していきたいと思います。この特別展は iPS 細胞研究所の設立10周年を記念して開催されました。歴史というにはまだ短いかもしれませんが、10年間でどんなことがあったのか振り返っていきます。まずは iPS 細胞ができるまでにどんなことがあったのか。これは研究所ができるよりもずっと前の話になりますが、iPS 細胞がたくさんの研究の積み重ねの上にあることを紹介したいので、ぜひご紹介させてください。iPS 細胞は Induced Pluripotent Stem Cell の略称で、日本語では人工多能性幹細胞とも呼ばれます。iPS 細胞は簡単に言うと、たくさんに増えて何にでもなれる細胞です。栄養を十分に与えてあげればどんどん増えますし、培養する環境を変えてあげれば、皮膚でも神経でもいろいろな種類の細胞になれます。iPS 細胞は体にもともとある細胞ではなくて人工的に作った細胞です。体の細胞、皮膚でも血液でも何でもいいですけれども、それを取ってきて、ある種の遺伝子などを入れると iPS 細胞に変化するものもあります。iPS 細胞のどんどん増えていろいろな種類の細胞になれるという性質は受精卵の性質に似ています。iPS 細胞を作ることは体の細胞の時間を巻き戻して受精卵の状態に戻すことだと言い換えてもいいかもしれません。iPS 細胞が目指す医療応用の分野には大きく分けて2つあります。1つ目は iPS 細胞から元気な細胞を作って、それを具合の悪いところに移植して症状改善を目指すもの。これを再生医療と言います。重症の心不全では大阪大学で臨床研究が行われています。iPS 細胞から作った心臓の細胞を心臓に貼り付ける手術です。もう一つがちょっとややこしいんですが、iPS 細胞から病気の細胞を作って病気のメカニズムを調べたり、効果のある薬を探したりする研究です。実は患者さんから作った iPS 細胞は病気の症状を実験室で再現できることがあります。例えば神経の病気なら患者さん由来の iPS 細胞を神経に変化させるとオリジナルの細胞と同じように病気になることがあります。これを利用して病気の仕組みを解明しようとする研究が行われています。一つ歴史上大きな発見は1962年のカエルのクローンの誕生です。大人のカエルの腸の細胞にある核をカエルの卵に入れることで、大人のカエルと同じ遺伝子を持ったオタマジャクシが作られました。この発見のどこがポイントかというと、大人の細胞の核も何らかの操作によって受精卵の状態に戻せるというところです。普通、大人の細胞、皮膚の細胞やら筋肉の細胞は基本的にずっと皮膚や筋肉のままで、これが突然受精卵に戻るということはありません。しかし、この実験によってそれが可能であると示されました。さらに、当時一度役割が決まった細胞は他の細胞に変化することはできないので、遺伝子の情報もなくしてしまっているという考え方が主流でした。しかしこのカエルの実験によってそれが間違いであり、カエルの腸の細胞の中にも腸以外の全身を作るための遺伝子が残っているということ、そしてその遺伝子を人工的に再び働かせることができるということが証明されたのです。このことは後の iPS 細胞の研究のベースになっています。ちなみに、このカエルのクローンを作ったジョン・ガードン博士は2012年に山中伸弥博士と共にノーベル賞を共同受賞しています。その後、哺乳類、羊でもクローンが作れるということが証明されました。1997年のことです。これらの研究のほか、受精卵の性質に関する研究などを踏まえて、2006年、マウスの細胞から iPS 細胞を作ることに成功しました。翌年の2007年には、人の細胞からも iPS 細胞が作られました。iPS 細胞の開発を受けて医療応用を加速するため、2010年に京都大学の中に iPS 細胞研究所が設立されました。英語で
Center for iPSL Research and Application という名前がついています。頭文字の C、I、R、A を取ってサイラと呼んでいます。2012年には所長の山中伸也がノーベル賞を受賞しました。この時はいろいろ大変だったんですが、それはとりあえず置いておいて。iPS 細胞を医療に使ってもらうためには、安全な細胞を安定して供給することも必要です。iPS 細胞研究所ではそのためのプロジェクトにも取り組んでいて、iPS 細胞ストックプロジェクトと言います。このプロジェクトで作った細胞は、2015年から研究機関などに供給が始まっています。再生医療や薬を作る研究も徐々に進んできていて、臨床研究の段階に至るものも出てきています。2017年には FOP という筋肉の中に骨ができてしまう病気に対して iPS 細胞を使った研究によって薬の候補物質が見出され、それを受けて兄弟病院で治験が始まりました。また、2018年には、サイラとしては初めて再生医療の治験が始まりました。パーキンソン病という脳の神経細胞の一部が減少してしまう病気に対して、iPS 細胞から作った神経細胞を移植することで症状の改善を目指しています。広報として、そしておそらく皆さんにとっても印象深いのは、2012年のノーベル賞受賞ではないでしょうか。当時はさすがにまだ受賞するには早すぎるという雰囲気でした。iPS 細胞の医療応用は臨床研究の影すら見えていない段階でした。とはいえ、候補に名前が上がるようになってから毎年そわそわしていました。受賞した2012年は発表の日が体育の日でお休みでした。ノーベル賞の発表時刻に合わせて対応のために出勤して待機していたのですが、まさかこの年に受賞するとは皆思っていませんでした。発表の瞬間からたくさんの記者会見、取材対応をこなして大変忙しい日々となりましたが、また多くの方々からお祝いにお花をいただき、研究所のエントランスがとても華やかになったことが印象的でした。構成員は現在600名ほどになっています。2010年の開設当時は178人なので、それから考えるとかなり多くなりました。実は研究を実際に行っている人と私たちのような事務方で分けると大体半々ぐらいになります。研究者が多いと思われがちなんですが、それをサポートする人材もたくさん必要ということを知っていただけると幸いです。先ほど少し臨床研究のお話をしましたが、臨床研究が始まるまでを振り返れば何年もの時間がかかっていますし、この先病院で治療が受けられるようになるまでにもまた時間がかかると思います。このパネルでは実際にどのような研究の積み重ねを経て臨床研究にたどり着いたのかを紹介しています。例えば、パーキンソン病の治験について見てみます。iPS 細胞ができてから治験が行われた2018年までは約10年です。iPS 細胞の安全性を高めるための研究、iPS 細胞を目的の細胞に変化させる研究、動物実験など様々なステップがあります。しかしこれはまだ早いケースです。iPS 細胞ができる前に同じような性質を持っている ES 細胞での研究の積み重ねがあったからこそ、これほどの短期間で実現することができました。ここまで、サイラ10年の歩みと iPS 細胞研究の歴史を駆け足でご説明させていただきました。ご覧いただいた通り、研究者だけでなく、患者さん、寄付者、その他たくさんの方々に支えていただいて、今日のサイラがあります。これからの未来を描くにあたっても、ぜひとも皆さんと共に描いていきたいと思います。本来、展示会場で準備した参加型コンテンツで皆さんの声を集めたいと企画していたのですが、この新型コロナウイルスの影響で再開された新しい展示様式では、それも十分には叶いません。そこでオンラインで皆様からサイラの未来に対する期待の声を集めさせてください。この動画をご視聴いただいた後、同じページにある共に描こうオンライン受付にて皆様の期待の声を募集しております。ご協力いただければ幸いです。ここまでのご視聴ありがとうございました。